皆さんこんにちは。アロマンチャンネルの高弘です。いやもう外はねだいぶ暖かくなってきて、菜の花だとか、あとちらほら桜なんかもね咲き始めて、花粉さえなければ僕にとっても最高な季節なんですけど皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はいと前回はですね、2階寝室のまず床のね合板二重張りを終わらせて、こっち壁の方もですねこのように断熱材を入れて、向こう壁、西側になるんですけど、西側の方のね壁は石膏ボード張りまで終わらせました。でゆくゆくウォークインクローゼットになるこの中に関してももう全面ね石膏ボード張りまで終わらせましたと。石膏ボードを貼ったことによって部屋の輪郭がねよりはっきりしてきましたね。はいで今回なんですけど、ご覧のようにまだ石膏ボードが貼れてない面もあるので、こういったところを引き続きね石膏ボードを貼っていきつつ、今回はさらにこの上のね梁、以前、削ったこの梁ですよ。この梁を今回はね塗装していきたいと思います。この寝室の一番の特徴はこのね芸術的な梁が、部屋の一インテリアデザインになってる点なので、やっぱりこのね梁が輝くようにいい感じのね色に塗装したいと思います。はいということでね、早速作業頑張っていきたいと思います。やってくね。よいしょ。まずね梁の塗装の方からやっていきましょう。以前ね吹き抜けとか趣味部屋の方の梁は、オスモっていうね塗料で塗装したんですけど、今回はねオスモじゃなくて別の塗料にしてみました。で色味もねガラッと変えます。よこせと。よいしょ。これはいこちら RG 株式会社さんの自然塗料いろはっていうね塗料なんですけど、いろはさんのね特徴が、自然塗料っていうことで、こうやって成分見たらね桐油とかアマニ油、あと蜜蝋で、着色顔料にはベンガラとかね、これね自然のものを使って作られた塗料みたいなんですね。今回塗装する梁はこれ寝室じゃないですか。だからこういうね自然のものを使った塗料がいいんちゃうかなとなんとなく思ってね、このいろはさんを選んだんですけど、でこれはね木に浸透していく系の塗料で、かつ木の自然のその風合い、木目とかそういったものを損なわず生かしたまま自然な形で色が乗ってくれるみたいで、めっちゃええなとまず思って、ほんでねこれ耐久性もめっちゃ優れてるみたいなんですよ。それこそ、気温の変化だとか、あとは紫外線にも強かったりとか、あとは今回は梁に塗るから関係ないんですけど、撥水性もめっちゃいいらしいんですよ。なのでなんか家具だとか、あとはフローリング、そういったところに塗るのもいいみたいですね。正直ねお値段はします。はい自然塗料やから仕方ないですね。前のねオスモも結構高かったんですよ。でも今回は塗る梁もそんな多くないから、多分ねこの一缶で足ると思うんですよね。で今回選んだ色がこのねコウロゼンっていうやつです。コウロゼン、なんかいろはさんはね全部色のね名前が結構こういう古風な名前が多いんですよね。はいってな感じで早速ね塗ってみたいと思います。よいしょ。ちょっとまず色のノリがどんな感じか確かめるために、一回このなんか端材で練習してみよう。よいしょ。はい。こんな感じの色味ですね。以前塗ったオスモよりもだいぶ明るめかな。ちょんちょんちょんと。ぴゃーっとこう。を伸ばしてウエスで拭き取るみたいです。表面がサラサラっとするまで拭き取るということなんで、すご、めっちゃすぐ浸透するやん。こんな感じ。こんな感じ。おー、いいね。確かに木目めっちゃ残ってるわ。いいですね。なんか自然っぽい色。わかりました。いいと思います。よし、これで塗ってみよう。オッケー、こっち端から塗っていきましょうか。こう、ハケで普通に塗るもよし、小手分けでも塗っていいみたいですね。多分小手分けの方が僕の感覚的にムラなく塗れる気がするんで、小手分けも使いたいと思います。こんな感じでして、で、これで伸ばしてみるか。いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない
お、いいねいいね。はいはい。んでこれでこう伸ばしてみようか。表面がサラッとするまでウエスで拭くという感じね。よしよし。いいねいいね。いや、ほんまに自然な風合いになりますね。なんかもうこういう木あるもん。すごい、めっちゃ早いこと浸透していくね。もう塗ったその尻から浸透してる。塗りたての時はこんな感じでね、全然もう木目が消えるんですよ。なんかもうペンキみたいな感じになるけど、これをウエスで拭き上げるといい感じの木目が浮き立つ感じになると。艶の感じもちょうどいいですね。なんかこう不自然なビカビカさじゃなくて、なんか三分艶ぐらいの感じ、いいですね。オッケー。めっちゃいい感じやで。結構温かみがある色ですね。うわー、マジで木目綺麗。特にこっち側が半端じゃないぐらい針の木目が綺麗。ここ渦巻いた感じで最高。これなんです。私が求めてるのはこれなんです。いいね。よし。じゃあ、OK です。一本塗り終わった。いいね。木目綺麗。ところどころね、こう濃淡が出るんですね。色が濃いとことちょっと薄いところと、これがねいい感じの模様になってて、どうなんやろな。僕のこの実際の肉眼とカメラ越しで映る色ってどれぐらい差あんのかな。肉眼やったらめっちゃいい感じなんですけどね。いいよ。OK。最後、大黒柱。これ塗ったら以上かな。よっしゃ。OK。いいんじゃない？
やば、大黒柱マジ綺麗。で、まあこの塗装がね、乾くのがまあ大体半日ないしは1日ぐらい置かなきゃいけないみたいで、まあでも言うて明日のお昼ぐらいにはいい感じに乾いてんちゃうかなと思いますね。よっしゃー。日向ぼっこ。慣れた。慣れて嬉しい嬉しいしてんの。何それ。何それ。よし、ほんなら次、こっちの面、石膏ボード貼っていきたいと思います。で、石膏ボード貼っていくにはまず、こっち面動物がついてへんのか。動物の取り付けからやな。よしよし、やっていきましょう。久しぶりに見たな、この窓。やっぱ相変わらずいいな。よし。オッケー。オッケー。よし。よし。オッケー。完璧や。次のここ、窓枠の形に合わせてボードを貼らなあかんな。結構複雑やな。ここがいらんな。よっしゃ。これもいらん。
しゃ、これでどうだ。ちょっとここが当たって入らんな。これ前回の動画でね、視聴者さんがちょっとボード削りたい時はボードヤスリっていうのが便利だよって教えてくれたんですけど、それほんまに買わなあかんわ。こういうね、若干1ミリ当たるみたいな時がね、結構あるんですよ。よし。よし。完璧完璧。よし、ほんならこっからこの上ね、またこれ針の形に合わせて貼っていく必要があります。これが大変なんですよ。これはね、型取りゲージっていうよりかはプラダンを使って型取りしようかな。一回ちょっとこう当てて、よいしょ、こっちをこう OK。 これもう一回こう仮止めをして、よいしょ。よし、OK。よっこいせと。これで。よし。さあ、これでどうだ。一発でいけてくれ。よっしゃ、オッケー。よっしゃ、オッケーオッケーオッケー。よっしゃ。よいしょ。どうだどうだ。よし、オッケー。よっしゃー、オッケー。はい、まあこんな感じでね、針よりも下の部分、石膏ボードを貼ることができました。まあ窓周りといい、コンセントといい、針の曲線の部分といい、いい感じでね、貼ることができました。で、残すところはね、まあ上の部分、1、2、3箇所かな。それと、ここのね、エアコンを取り付けるための垂れ壁、この石膏ボード貼り。これでこの面は終わりですね。いや、ほんまにね、古民家はね、何もかもが複雑な形してるんで大変ですよ。よし、これでいいでしょう。まあ、最悪ね、隅のところ結構隙間できてもパテで埋めれるんで何とでもなります。まあ、あらかたの形が合えばそれでいいなと思いますね。
よし。よし。オッケー。よっしゃ。形はまあいいとして、柱よりも出てしまってるな、ボードの方が。一回止めよう。ここはなんか木を落ち着けるしかないな。化粧柱的なやつを。まあでもボードはいい感じで貼れました。めっちゃいいね。さあ、オッケー。あっしゃ。難関を乗り越えたね。よし、ここの垂れ壁、まあエアコンつけるんで、それ用のコンセントを確保しとこうか。これにしよう。オッケー。オッケー。オッケー。よし。よし。めっちゃ綺麗。壁の中からこうニョキッとね、針が生えてるような感じにできました。よっしゃ。よいしょ。よっしゃ。ついた地味に大変でした。この面は梁といい、垂れ壁といい、窓枠といい。でもなんとかいきましたね。今回はここまで。はい、ということで無事梁の塗装、そしてね、こっちの室内窓がついた目、石膏ボード貼ることができました。いいね。今回こうやって梁と大黒柱を塗装したことによって一気にね、雰囲気がガラッと変わったんちゃうかなと思います。皆さんはこの色どうですか？僕はね、結構気に入ってます。やっぱうちのこの梁、木目素晴らしくないですか？最近の家はね、梁を天井裏に隠してしまうことも多いですから、梁さえもが、部屋のインテリアの一部になるっていうのが、古民家の醍醐味ですよね。いや、ほんまに贅沢な梁ですよ、これは。ほんでこの大黒柱もめちゃくちゃ良くないですか？うちね、梁はこれ全部ね、松の木なんですけど、大黒柱に関してはね、これね、欅やと思うんですよ。だからちょっとね、木目といい、塗料の色の乗り方といいね、違うんですよね。いやー、この大黒柱も実に素晴らしいですよ。今回使用した自然塗料のいろはさんのね、この色の浸透性にはびっくりしましたね。もう塗ったその瞬間から浸透していくから。でもね、塗装してもう数日経つんですけど、まだなかなかね、匂いは取れないですね。ずーっとね、窓を開けて換気はしてるんですけど、でもその匂いもね、時間が経てばなくなってくると思います。でもね、梁のこの美しい木目を損なわず塗装できたんで、いろはさんをね、今回選んで本当に良かったなと思います。この寝室順調にね、壁石膏ボード貼ってきて、残すところがそっちの入り口とこっち面だけですね。なので来週にはこの寝室すべてね、壁石膏ボードでね、塞いでしまうことができるんちゃうかなと思ってます。そしたらね、もう次はいよいよ天井ですよ、天井。天井がこれまた大変。梁があるせいで。ほんとこの部屋はね、梁が魅力でもあるのと同時に、それがあるばっかりに施工が厄介っていうね、側面もあるんですよ。でもそれを乗り越えた先にはね、きっと素晴らしいね、部屋になるに違いないと思うので、引き続きね、頑張っていきたいと思います。こんな感じでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。